自分は普段はロサンゼルスに住んでるんですけれども、その日は、ライブをしてて、ちょうど夜帰ってきてですね、コンピューターつけたら何人かからメールが入ってたんで、どうやら大きな地震があったらしいということで、それでその時はもちろん驚いたんですけれど、どのくらいの規模かっていうのは全然分かってなくて、そしたらしばらくしたら映像がね流れてるからぜひ見た方がいいということで、それでアメリカのニュース番組でも一斉にそれを報道してたんですね。もう全局っていうくらい。それで今度は地震だけじゃなくて津波の映像を見て、すごく驚きました。その直後からだんだん今9ヶ月もう少し10ヶ月経とうとしてるんですが、津波の影響とか地震の影響ですが、特に慎吾さん積極的に活動されている原発の問題っていうのが徐々に時間が経つにつれてその影響とか大きくなったり、よく明確に分かってきたりすると思うんですけど、今日この日この震災に対して、個人的に慎吾さんはどのように考えていますか？もちろんその震災の一時的な被害に関しては、今日も視察させてもらいましたけど、本当に、地元の人もそうですし、日本人として語り尽くせない部分があると思うんですね。実際に何が起きたかとか、誰が亡くなったかっていう被害もそうですけど、みんなの精神的に何が刻まれて、これからのみんなの仕事にどう影響を与えていくのかっていう、残された人たちにとってもすごく重い使命だと思うので、それ日々ね、自分が海外に住んでても日本に住んでてもそれを実践していけなければいけないことだと思うんですね。2006年くらいから北食からレポートとされてるのは、あくまでスタンスはずっと変わらずやっていることは変わらない。そうといえばそうなんですけれど、やっぱり起きた直後っていうのはそれこそ何がどれだけ出てるかっていうのが本当わからないですから、まず条件反射的にそれは極力避けた方がいいっていうのはほとんどの人は本能的には分かってたと思うんですけど、その量の問題じゃなくて、でそこからやっぱり時間が経つにつれて土壌の汚染だったり、その食物にとか水に混入しているものが基準はどうなんだっていう、だんだん移行していくわけですよね、ポイントが。だけどそのコアにある部分っていうのはやっぱり被爆ってなんだろうっていうところから始まって、その個人の健康管理というところまでようやくたどり着いたかなっていう感じはしますけど、やっと不透明な部分がどこら辺であるかっていうことが話題になるようになってきたっていうか、まだまだ分からないところもあるんですけれども、今までどこが分からないのかも分からなかったっていう二重のね、なんていうんですか、壁というか闇というか本当にあったと思うんですね。でそこでやっぱり僕みたいなインディペンデントで調べたり、アーティスト活動している人たちがどういうことをできるかって言ったら、自分らがいわゆる人生をねそれに専門の職として捧げてるわけではないんですけれども、逆にその専門の人たちはこういうことが言ってるよっていうのは解釈して人に伝えることは十分できると思うんですね。だからそこをまず整理して、食い違ってる意見もこういう意見とこういう意見があるよって、じゃあ自分たちはどうなんだろうっていうのを積極的に話し合うべきだと思うんですね。ただ忘れていくっていうよりかは気に留めておく必要があると思ってます。何か忘れるっていうことをキーワードにしております。はい、それは人間にとって長い目で見ても、自分の生活レベルで見てもすごく大事なテーマだと思うんですね。本当に、日本人として大きな流れで言えばその戦争
ということだったり、今回で言えばそういう震災だったり、自分はアメリカに住んでますけど、その911みたいな大きな節目の事件があったり、そういったものをみんなつまり忘れないように努力をして、工夫を重ねてるわけですよね。だから言葉のあやで言えばね、そんな忘れる人なんていうのはいないと思うんですけど、逆にどういう形で覚えてるかっていう、そのね、メモリアルって英語で言いますけど、そこで個人的にどういうその事件と関わりを持つかっていうのは、それはチョイスだと思うんですね。だからそれは先ほど言ったみたいに戦争みたいな大きなテーマでもいいし、それかパーソナルレベルで自分が友達を亡くしたって、もちろん友達を忘れることなんかできないけれども、その人とどういう、家族でもいいしペットでもいいし、どういう記憶を共有してるか、どういう記憶を覚えてるかっていうね、そういうアプローチだと思うんですね。そうですね。だからメッセージとしては結局は自分の中で答えを見つけて、それは自分のタイミングでシェアすればいいし、まずは自分の中にね問いかけることが大事だと思うんです。これだけメディアとかインターネットとかですごく便利な情報を共有できる環境になりましたけど、最終的には自分の中で何を感じてるかっていうのを時間をかけてでも明確にしないと、なかなか立場もねわからないっていうことになっちゃうと思うんで、そういうところを大切にバランスよくやっていった方がいいなって思います。